皆さんこんにちは。今日も最新のウクライナ情勢について、公開情報をコンパクトにまとめて地図を使って、いち早くわかりやすくお届けします。よろしくお願いします。チャンネル登録して通知をオンにすると、動画公開時に連絡が来ます。過去の動画も再生リストから合わせてご覧ください。ウクライナ情勢。ロシアがキーウに侵攻してから1116日になりました。まずは全般的な事柄です。先ほど公表されたウクライナ軍の参謀本部の最新の発表によると、ロシア軍の損失は兵士1180名、戦車2両、装甲戦闘車15両、砲28門、多連装ロケット1両、ドローン97機、その他車両102両、となっています。戦線全体では、1日で146回の地上戦の報告がありました。そして、視覚的に確認できる、ウクライナ軍とロシア軍の装備の喪失数の比率は、1対 2.1 で、ウクライナ側の喪失数に比べ、ロシア側は、その 2.1 倍になります。ロシア側の損失は民生用のバン、四輪ワギー、乗用車が多く、反対にウクライナ側は SUV、ピックアップが多く確認できます。戦況図と並んでよく見られているウクライナとロシア情勢のニュースコーナーです。YouTube のチャプター機能で必要なところを見ることもできます。1番目。ロシアでは本当に資金が不足し始めたようです。ロシア財務省のデータによると、連邦政府が各金融機関に預けている資金がこの2ヶ月で急速に減少し、1月10日は9兆9900億ルーブルだったものが、2月末には6兆7560億ルーブルに減少し、3月13日時点ではさらに5兆8460億ルーブルと半減し、レポ取引に使われる資金も1兆1080億ルーブルから1520億ルーブルと7分の1に減少しました。この状況について GPB プライベートバンキングのスーシン氏は今年に入って予算支出が急増していると指摘し、反対に石油とガスの販売収入は昨年比 18% 減少していると、戦争継続のコストと最近の原油価格の下落の影響があると説明しました。2番目。このような中、ヤクートのビリュイスクのポポフ市長は、全住民に対し、1ヶ月分の収入を市に寄付するよう呼びかけています。市は、軍から、ドローンや食料、衣類など60件の要請を受けたとのことで、寄付は強制ではないとのことですが、サイトにアクセスして、寄付のボタンを押すと、強制的に預金口座から寄付されるとのことです。同様の事例は、ノボシビルスクでもあるほか、ベルゴロド国立芸術文化大学では、学生に対し、1人1000ルーブルの寄付を求め、モスクワでは、学校を休みにしてイベントを開催し、収益は全額軍に寄付したとのことです。3番目。トランプ大統領はプーチン大統領と会談し、その後の発言が迷走しています。トランプ大統領は自身の SNS で、この瞬間、数千人のウクライナ軍は完全に包囲されており、非常に不利で困難な状況にある。これは、第二次世界大戦以来見られなかったような恐ろしい苦殺となるだろうと書き込みました。この書き込みに、ウクライナ軍の参謀本部は、すぐに否定したほか、専門家は困惑し、軍事専門家のマトベーフ氏は、ロシアがデタラメを教え、トランプ氏がそれを信じたと推測しました。また、有力なテレグラムチャンネルのビーオアも、トランプは、プーチンに、ウクライナ兵の命を救うよう頼んだ可能性がある。今度は、ウクライナに、その見返りを求めるかもしれないと述べました。どうやら、トランプ大統領は、ロシア側と定期的に会うことで、昔のことを思い出し、ネジが巻かれるようです。それでは、各地域の戦況です。戦況の変化のあるところを中心にお伝えします。その変化は大画面で、
フルスクリーン表示にしていただくと、街並みや日付とともに追いかけることができます。説明にあたり、ルジアンやルシアン軍など、YouTube 用に最適化した表現を使用し、数時間後に聞きやすい英語の副音声を公開しています。北東部クルスク、ハルキウ方面。ルシアン軍が奪還作戦を行っているクルスクとハルキウ方面の戦況についてお伝えします。クルスク方面。作戦に影響を与えるクルスクの天気は雨。最高気温17度、最低気温4度。今日の天気予報も雨となっています。ニュースのところでもお伝えしましたが、プー大統領はクルスクで包囲されているウクライナ軍の兵士の命を救うよう求めたトランプ大統領の声明に呼応し、ウクライナ軍の兵士に対し、武器を捨て降伏すれば命の保証をするとの提案を行いました。ウクライナ軍の参謀本部は、この方面で13回の地上戦があったが、包囲される恐れはない。昨年10月25日にも、クルスクで2000人のウクライナ兵が包囲されているとのデタラメが流れたことがあり、今回も政治的混乱を狙ったプロパガンダであると断定しました。一方、ゼレンスキー大統領も、このような動きに警戒し、クルスクでのウクライナ軍は任務を果たしたと述べ、クルスクの目的はルシアン軍をポクロフスク、ハルキウ、スームイから引き離すことだった。敵はクルスクに集まったことで、他の方面の戦況は安定した。敵が再びポクロフスクを占領するチャンスはないだろうと、作戦が成功だったことを強調し、いつでも撤退する余地を残しました。さて、戦況図では、情報源によって多少異なりますが、ウクライナ軍は、現在、少なくとも100平方キロから150平方キロの地域を支配しており、これネボスジャ道路、オレシュニャ川、プセール川で囲まれた範囲を引き続き占領し、スジャの西のザオレシェンカ地区で接近した地上戦となっています。また、複数の情報によると、2週間ほど前にルジアンが奪還したクリロフカのルジアンの細い突出部は、ウクライナ軍のドローンによる哨戒により補給が断たれていることから、この付近にいない可能性が高く、プセール川までルジアンの奪還地を7キロ縮小させ、係争地に更新しました。それ以外は、戦況図に影響のある情報はなく、ウクライナ軍の占領地に変更はありませんでした。ハルキウ方面。この方面で、ルジアンは5回攻撃を行いましたが、ウクライナ軍により撃退され、戦況図に変化はありませんでした。北東部ルハンスク州方面。東部チャシフヤール方面。クピャンスクからチャシフヤール方面の戦況についてお伝えします。この方面でルジアンは、クピャンスク方面で3回、スバトベクレミンナ戦は15回、シベルスク周辺では7回、チャシフヤール方面では少なくとも1回、トレツクの方向は14回攻撃を行いました。クピャンスク方面。この方面では、ルシアン軍の損耗とともに、攻勢の勢いは低下しています。そのうち、クピャンスクの北にあるフィホリフカでは、複数の未確認の情報によると、ルシアン軍が前線を維持できず、ウクライナ軍が奪還した情報があります。ルシアン軍が占領したのは2月6日ですので、気温が上昇し、オスキル川の氷が溶けて渡河できなくなり、補給も途絶え弱体化した時期を見計らって、ウクライナ軍が奪還したものと考えられます。戦況図では、ルジアンの占領地を1キロ縮小させ、係争地が拡大したとして更新しました。こちらは、確認が取れれば、再度戦況図を更新します。シベルスク周辺。この方面で、ルシアン軍は、様々な場所で、機械化攻撃と歩兵の突撃を組み合わせて攻撃を行い、ウクライナ軍を消耗させて前進を試みています。そのうち、連日お伝えしているサッコイベンセッティでは、昨日に引き続き、ルシアン軍が繰り返し機械化攻撃を行い、バシュキフカの中央と東に取り付きました。
今回は2カ所を同時に攻撃することで、ウクライナ軍の戦力を分散させる狙いがあったものと考えられます。まずご覧いただいているのは、ウクライナ側の撮影したもので、集落東の地図の作業所の様子となっています。また、集落中心部にも、ルジアンの装甲車両が到着し、中から歩兵が展開しているところが確認できます。これらの攻撃は撃退されましたが、戦況図では、ウクライナ軍の支配地から最大1キロの範囲で係争地に更新しました。トレツク方面。この方面は激しい市街戦となっています。ロシア軍はスタジアム周辺の建物に誘導砲弾で攻撃を行い、反対にウクライナ軍は南側の住宅地にある高校に砲撃を行い、互いに牽制しています。そのうち、南側の住宅地の高校では、ウクライナ軍が砲撃を行っていることから、ウクライナ軍が撤退したと考えられます。ご覧いただいているのは、ウクライナ側の撮影したもので、地図の場所の様子となっています。この場所は、20日ほど前にウクライナ軍が突入してルジアンを追い出したところですが、戦況図では、この付近を係争地からルジアンが再占領したとして更新しました。それ以外には、戦況図に影響のある情報はありませんが、ルジアンはこの方面に増援を送って突撃作戦を強化しています。ウクライナ軍のザポロジェツ報道官もソーシャルニュースに登場し、この方面の戦況について、傍受した無線通信では、敵は犯罪者や負傷者を積極的に投入し、バイクも使って戦況を打開しようとしている。しかし、ルジアンは地理がわからず、間違った方向に行ってしまうことも多いと報告しています。南東部ドネツク州、ポクロフスク、コスティアンティノピル、ベリカノボシルカ方面の戦況についてお伝えします。この方面でルジアンは、ポクロフスク方面では49回、コスティアンティノピル、ベリカノボシルカ方面で5回攻撃を行いました。ポクロフスク方面。この方面では、ロシアン軍の進軍が停止状態で優先順位が低下しつつあり、ウクライナ軍が局所的に反撃を行っています。1番目。連日お伝えしているポクロフスク南のシェフチェンコでは、位置情報付きの映像によると、ウクライナ軍が待ち伏せ攻撃を行い、ルジアン3人をおびき寄せて砲撃で撃退しました。ご覧いただいているのは、ウクライナ軍の第155機械化旅団のもので、第425スカラ大隊の兵士が、地図の場所で待ち伏せ、何も知らないルジアン2人が通り過ぎ、遅れてやってきた3人目のルジアンと遭遇しているところを上空から観察している様子となっています。残念ながらグモグモしたものは、動く上ではお見せできませんので、興味のある方はいつもの場所にしばらく掲載しておきます。この場所は、機能係争地に変更していますので、戦況図に変更はありません。2番目。西側正面のすり船では、位置情報付きの映像によるとルジアンが、プレブラゼンカの方向に攻撃を仕掛けました。ご覧いただいているのは、ウクライナ側のもので、地図の場所で、バギーとトラックを使って前進を図るルジアンの様子を観察しているところとなっています。ウクライナ軍は、砲撃、ドローン、最後はヘリのロケット砲により応戦した結果、この攻撃は撃退され、戦況図に変更はありません。それ以外にも、ルジアンは確認できるところでは、ポクロフスク南のズビロベ、西のウナチネの郊外などで攻撃を仕掛けましたが、これらの攻撃はウクライナ軍が撃退し、戦況図に変更のある情報はありませんでした。コスティアンティノピル方面、ベリカノボシルカ方面。この方面では、ロシアン軍の攻撃は目立った前進につながらず、戦況図に影響のある情報はありませんでした。後方地域。今日もロシアン領内で不審な事件が5件も起きています。1番目。そのうち、昨日の動画の最初でお伝えしたクラスノダールのトゥアプセの大規模な石油貯蔵施設では、
ガソリンの貯蔵タンクが炎上した情報があります。映像では、電車の窓越しに何かが燃えている風景が見えますが、もはや当たり前の情景になったようです。この施設は、年間1200万トンの石油を処理できるロシア国内最大の製油所の一つとなっています。2番目。モスクワ中心部のターミナル駅近くの高層ビルにドローンが落下し、ビルの上層階で炎上した情報があります。モスクワでは、当局は複数の施設に被害があったと主張し、ウクライナのドローンによるものだと主張しています。3番目。ウクライナ国境から800キロにあるニジニノブゴロドでは、ロシア軍の第333訓練センターの建物にドローン攻撃がありました。映像では、エンジン音とともに急降下するドローンが建物に接近する様子が確認できます。防空は作動していないようで、ウクライナ偽情報対策センターのコバレンコ所長によると、ロシア軍では防空システムをモスクワに集め、地方では防空能力が大幅に低下したと説明しました。4番目。ウクライナ保安庁は、タンポフのダビドフスカヤとサラトフのノボペトロフスカヤのガス圧縮ステーション、ベルゴロドにある S300、400防空システムの弾薬庫を破壊し、その映像を一部公開しました。5番目。ウクライナ軍の92突撃旅団のアキレス大隊は、クピャンスク方面で、パンツィル S1 防空システムを4機破壊したと報告し、映像を公開しました。映像では、ゴムで覆われた防空システムが、ウクライナ軍のドローンに全く反応していない様子が確認できます。南部ザポリージャ州、南部ヘルソン州。これらの方面で、ルジアンはザポリージャ方面でのみ12回攻撃を行いましたが、ウクライナ軍が撃退し、戦況図に影響のある情報はありませんでした。その他、ベラルーシのルカシェンコ大統領は、ロシアのプロパガンダ番組司会者のスカベーワと対談し、ウクライナの代表者が、プーチン大統領と秘密裏に接触していると語りました。ルカシェンコ大統領は、私は、それを話す権限はないとして、詳細は話しませんでしたが、プーチン大統領が、ウクライナ側の難民かと連絡を取っていることは知っている。そのうち、プーチン大統領が、誰と話したか明らかにするだろうと述べました。また、アメリカの和平交渉については、アメリカは何の計画も持っていない。それは間違いなく言える。あれは、ただ、単に、一方の希望を聞いて相手にぶつけているだけだと、アメリカがウクライナ戦争を解決する戦略を持っていないことを指摘し、続けて、アメリカはロシアに対して制裁をやり尽くしているため、もう打つ手がない。だから、ワシントンはキーウに圧力をかけていると、和平交渉について興味深い見解を述べました。今日は以上です。情勢分析やニュースの感想、最新情報など、ぜひコメント欄にお寄せください。最後に、このチャンネルにはサブチャンネルがあります。また、関連する Twitter、ノート、テレグラム、ニコニコ動画があります。ノートでは全文を掲載し、ニコニコ動画では過去の動画を順次掲載しています。何かあった時は、これらのメディアで視聴者様にお知らせしますので、ぜひ、どれか一つでもチャンネル登録、フォローの方をお願いします。リンクは概要欄にあります。ご視聴いただきありがとうございました。